こんにちは、あやはれです。今日は春キャベツ1玉を使って平日5日分の主菜と副菜3品を作ります。キャベツは食物繊維が豊富で腸内環境を良くしてくれたり、キャベジンという成分が弱った胃の粘膜を修復してくれる働きがあります。春キャベツが安いこの時期に1玉買って節約しつつ体調を整えながらダイエットに取り組んでみてください。新鮮な春キャベツを選ぶポイントは3つ。まず1つ目に葉が色鮮やかな緑色でふんわり弾力があるもの、芯が白くて500円玉ぐらいの大きさのもの、そして3つ目に軽いこと。半玉買う場合は巻きが緩く切り口が白いものを選んでみてください。今日は平日に向けた下準備をした後に副菜3品を作ります。外葉を3枚ほど外します。半分にカットします。8分の1サイズになるまでカットしていきます。きれいに洗っておきます。水気を切るためにキッチンペーパーの上に乗せておきます。外葉も副菜として調理するのできれいに洗います。適当な大きさにざく切りして耐熱容器に入れておきます。次はじゃがいもです。皮を剥いて芽を取ったら一口サイズにカット。水にさらしておきます。玉ねぎ、少し厚めにスライスします。アスパラガスは4センチ幅にカット。ぶなしめじは石突きを落として小房に分けます。今日は使わないので保存袋に入れて冷蔵保存します。冷凍でも OK です。次にミニトマト。ミニトマトはヘタを取ってきれいに洗います。水気を取ったらキッチンペーパーを敷いた保存容器に入れて保存します。4つはこれから作る副菜に使うので半分にカットしておきます。8分の1個かける平日5日分は芯を落として保存袋に入れて冷蔵保存します。キャベツは断面が空気に触れると変色するのでしっかり空気を抜いて保存するか1つずつラップに包んで保存してください。最後に豚肉と鶏肉を小分け冷凍します。ダイソーの小分けパックを使います。豚肉は1食 100g ずつ冷凍します。食べるときは前日の夜にチルド室に移動して自然解凍するかレンジで解凍してください。鶏ひき肉は1食 150g から 200g ずつ小分け冷凍します。私は今回鶏胸肉1枚 350g を買ってきたのでフードプロセッサーでミンチにしてから小分けします。2食分に小分けします。下準備完了です。肉は冷凍、保存袋のキャベツ、ぶなしめじ、ミニトマトは冷蔵庫へ。残りの食材を使って副菜3品作ります。
きれいに水洗いしてざく切りした外葉、レンジ600ワットで1分半加熱します。ごま油小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、気持ち多めに胡椒を振ります。白すりごま大さじ1、キャベツとよく混ぜ合わせます。食べるときはそのままお皿に盛り付けて刻み海苔を添えるのがおすすめです。冷蔵保存で3日以内に食べてください。ボウルに4センチ幅にカットしたアスパラガスと半分にカットしたミニトマトを入れます。オリーブオイル小さじ2、塩コショウ少々、よく混ぜ合わせます。フライパンで表面に焼き色がつくまで中火で炒めます。炒めている間にキャベツを細切りします。空いたボウルにキャベツを入れて酢小さじ2、よく混ぜ合わせます。炒めたアスパラとトマトをキャベツの入ったボウルに入れて軽く混ぜ合わせます。保存容器に入れて冷蔵保存で3日以内に食べてください。水にさらしていたじゃがいもの水を捨てます。鍋にオリーブオイル大さじ1とニンニクを入れて先に炒めます。じゃがいも、玉ねぎ、アスパラガスを加えてさっと炒めます。炒めている間にキャベツをカットします。芯は細かく刻んで、キャベツは4センチ幅程度にざく切りします。今回は4分の1玉使っています。鍋にキャベツを追加します。水 600ml 入れます。顆粒コンソメ小さじ2、蓋をして中火で煮立たせます。煮立ったら軽く混ぜ合わせてください。弱火にしてじゃがいもが柔らかくなるまで加熱します。最後に塩コショウ少々して味を整えたら完成です。保存容器に入れて粗熱が取れたら冷蔵保存します。3日以内に食べきるようにしてください。ミニトマトは先に皿に盛り付けておきます。冷蔵庫からキャベツ8分の1を取り出し2等分にくし切りします。酒大さじ1、味噌大さじ1分の1、醤油小さじ1、甜菜糖小さじ1、混ぜ合わせてタレを作っておきます。フライパンにオリーブオイル小さじ1、キャベツとぶなしめじを入れて中火で焼きます。キャベツはひっくり返して両面焼き色をつけます。お皿に盛り付けます。さっとフライパンを拭いて再度オリーブオイルを小さじ1入れます。
鶏ひき肉を加えて中火で炒めます。全体火が通ったらタレを加えて味付けします。お好みで胡椒を少々加えてください。キャベツは4センチ幅にざく切りします。あれば素焼きのミックスナッツ約 15g 粗めに砕いておきます。フライパンにごま油小さじ1を入れて豚肉を焼いていきます。豚肉にある程度火が通ったらオイスターソース小さじ2、酢小さじ2、味付けします。キャベツとぶなしめじを加えます。塩コショウ少々。蓋をして1分蒸し焼きにします。火を止めて全体混ぜ合わせ、あればナッツを加えてください。キャベツはくし切りして2等分にします。ミニトマトは先にお皿に盛り付けておきます。ボウルに鶏ひき肉、酒小さじ2、醤油小さじ1、カレー粉小さじ1、胡椒少々。よく混ぜ合わせます。フライパンにオリーブオイル小さじ1、中火でキャベツの表面を焼いていきます。片面軽く焼き目がついたらひっくり返して鶏ひき肉を乗せていきます。ぶなしめじ、水 50cc を追加して蓋をしたら弱火で2分蒸し焼きにします。ミニトマトは先にお皿に盛り付けておきます。キャベツは千切りします。耐熱容器に入れて蓋をしてレンジ600ワットで1分加熱します。豚肉にたっぷりキャベツを乗せて巻いていきます。細切れ肉だと巻きづらい場合はあらかじめ薄切り肉を購入してください。胡椒少々、片栗粉小さじ1を肉巻きに薄くまぶします。
フライパンにオリーブオイル小さじ1を入れ、豚肉を並べます。ぶなしめじを加えて中火で焼いていきます。豚肉に火が通ったら弱火にします。粒マスタード大さじ1、まんべんなく絡めて味付けします。ミニトマト、肉巻き、ぶなしめじをのせたら完成です。キャベツは4センチ幅にざく切りします。ミニトマトは半分にカット。オリーブオイル大さじ1、酒小さじ2、醤油小さじ1、みじん切りしたニンニク1かけ、塩コショウ少々。混ぜ合わせてタレを作っておきます。フライパンにキャベツ、豚肉、ミニトマト、タレを入れたら蓋をして中火で3分煮ます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ついに本のタイトル、表紙のデザインが決まり、いよいよ今月28日本の発売です。タイトルは痩せる作り置き手帳。私がダイエット中ずっと思っていた、誰か私の毎日の食事を提案してくれないかなという気持ちに応える簡単で美味しいレシピを詰め込みました。痩せたいけど美味しいものは食べたい。でも時間をかけたくない。改めて今回本を制作するにあたって、もっと楽に実践する方法はないかな、もっと美味しくアレンジする方法はないかな、この本を手に取ってくださった皆さんが買ってよかったと思ってもらうためにはどうすればいいかなと考えてたくさんの人の知恵を借りながら完成した一冊です。手元に届くまでもう少々お待ちください。以上、あやはれでした。